皆さんこんにちは。今日は12月歌舞伎座昼の部を見ます。團十郎さんの襲名披露公演です。昼の部、今日は勸玄君改め新之助さんの毛抜きがあります。本当にどんな毛抜きになるかドキドキします。忌憚のない意見を言うつもりです。楽しみにしてます。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今昼の部最初のさや当てが終わりました。いや本当に満員の会場に、そして大向こうの声が響くのが良かったですね。本当に大向こうがシュッとこの舞台を引き締めていました。物語自身はもともと鶴屋南北の物語の一部で、不破万左衛門という荒くれ者乱暴者と名古屋三座というかっこいい色男の対決の話です。本当に様式美という形で、いつも出てくる籠鶴瓶とかでも出てきた吉原の大桜の前での話でした。最初に松緑さんが出てきた時、驚いたのは花道歩きながらこうやって見栄を切る時に指を反らせるんですけど、本当にものすごく反っていて荒くれ者に見えても実はとても綺麗な手でした。そして止めに入る止め女、これが猿之助さんということで、勇敢に2人を止める、女性の役ですけども、ワンピースを思い出しました。さあこれから道成寺です。海老蔵改め、團十郎も出てきますし、そして、勘九郎さんと菊之助さんの白拍子ということで楽しみですね。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今二人道成寺が終わりました。いやこれはものすごい作品ですよ。すごいもうため息と歓声と感動しかないという、ぜひ見るべき演目だと思います。正直言って勘九郎さんが白拍子、菊之助さんは見たいなと思っていたんですけども最初に幕がいてで、勘九郎さんが白拍子として、まず一人で登場しました。いや勘九郎さんに見えなかったですね。とてもほっそりしていて綺麗な本当白拍子でした。驚きました。そしてその後、菊之助さんと2人で、シンクロしながらやります。1人でも豪華な道成寺ですけども、やっぱり2人でやると、完全に同じ動作の部分と微妙にずらしてる、わざとずらしてるとかっていいですね。そして雰囲気が、勘九郎さんはつぶらな瞳で初々しく、そして菊之助さんは自然に振る舞ってるんですけども、ものすごい色気が出てます。本当に男をクラクラさせるような目つき、そして少し仕草は動作はゆったりとソフトなんですけども、見入ってしまいますね。本当にオペラグラスを通して食い入るように見てしまいました。そして徐々にその白拍子でその菊之助さんの色気のある白拍子に勘九郎さんの初々しい白拍子が感化されて、2人で、女になっていって、そして怨念を持っていくという、ここまででも本当に素晴らしかったです。そして勘九郎さんというと、一番私印象に残っているのが天日坊、そして菊之助さんも男役ではこれは土蜘とかものすごい2人とも身体能力を持ってるんで、例えば手まりを作るところ、手まりをつくシーンとかはこれは見事な2人で膝だけで歩くとかですね、ものすごい身体能力を発揮してました。それでもやっぱ色気と女と怨念という部分は忘れてなかったと思います。そして、
2人で、鐘に入って、その後20分、ここがまた最後クライマックスでした。10分で、鐘から、出てくる、鬼になって、2人出てくる。そしてそこから、團十郎が、舞台上は見えないんですけども、大きく押し戻しの声を上げる。その通る声が聞こえてきて、最後大きく、波、海の波を模した着物、そして大きな大竹を抱えて出てきます。そして見せる目力、いや最後は團十郎がしっかり持ってきました。素晴らしい。いや本当に前半の美しさと、最後10分間だけど、團十郎に惚れ惚れとしました。素晴らしい舞台だったと思います。本当にこれは見るべき素晴らしい二人道成寺でした。押し戻しもついてて素晴らしい。ということで次は、勸玄君から改めて、新之助さんの毛抜きです。さあどんな、史上最年少の毛抜きということでどんな風になるんでしょうか。こちらもなんか楽しみになってきました。それでは、毛抜きに行ってみましょう。レッツゴー。今、昼の部の毛抜きが終わりました。いや勸玄改め新之助さん、見事でしたね。本当に目が据わって、堂々としていました。最初花道から登場した時も、目元に、ほんのりとした、色気もあったような気がします。そして、堂々と右團次さんと渡り合っていました。いや本当に楽しみですね。演技は完璧だと思います。ものすごいクオリティが高い演技だと思います。ただ正直言ってちょっと声は私頭の中で一生懸命、お父さんの声にどうも翻訳して変換して聞いてる自分には気づきました。やっぱり声の迫力は大人の方があると思います。去年の7月にこれお父さんの、海老蔵時代にですね、鳴上不動北山桜がありました。それ見ました。その中で歌舞伎18番の毛抜きが出てきたんで、どうしても、その時に、変換して、声を楽しんでました。とはいえ本当に、将来が楽しみな、新之助さんです。歌舞伎をはじめ、いろんな舞台を見てきましたけども、私が自分で見たい舞台として12月の30日にこれ落語なんですけども、大阪の芝居小屋呉服座で勝田サンシャインさん、そしてスウェーデン人の三遊亭高青年さんを招いて落語会をします。2人とももともと芝居演劇を学んでいたんで、そういうテクニック、そしてグローバルな情報もお届けできると思います。そして2月の28日に同じ大阪の呉服座で、これは明治座で三山ひろしさんが芝居舞台にもしました坂田三吉物語、これを立川篠原さんでやります。真打精進記念大阪公演です。ということで私も本当にいろんな歌舞伎落語お能大衆演劇いろんなものを見てきましたけども、自分でもまだまだ見たいし、そして皆さんにも面白かったものをお届けしたいと思います。ぜひよろしければお越しください。下に概要欄に詳しいことを貼っておきます。それでは、いいねやチャンネル登録もぜひしてください。励みになりますし、皆さんに情報をお届けします。それでは本当に今日の襲名披露素晴らしかったです。そして今日の二人道成寺、実は隣に座っていた方、あまりの素晴らしさに涙を流してました。歌舞伎初めて見た方というふうにおっしゃってましたけども、その素晴らしさが伝わったと思います。ということでまた今月は夜の部もお届けします。毎週基本的に金曜日に素晴らしい伝統芸能の情報、私が見た感想をそのままお届けしますのでよろしくお願いします。
それでは今日は歌舞伎座から失礼します。それではまた。